アメリカ合衆国の歴史において、19世紀後半は表面上は金ピカに輝く繁栄が広がっていたが、裏側では深い傷と矛盾が脈打っていた。この時代は、ルッティング、エイジ、GILDED、エイジ、すなわち、メッキされた時代、と呼ばれ、安価な金属に薄い金箔を貼っただけのように、外見だけが華やかで実態は腐食が進んでいる様相を呈していた。その激動の渦中に現れたのが、スコットランド出身の移民実業家、アンドリュー・カーネギーだ。彼は米国に渡り、鉄鋼産業の頂点に上り詰めたが、成功の背後には労働者の血と汗、そして社会全体の歪みが深く刻まれていた。この時代のアメリカは文字通り鉄と煙で形作られた。鉄道網が大陸を縫うように広がり、背骨となったのが鋼材だった。1865年から1900年にかけて鉄道延長距離は5倍以上に膨れ上がり、製鉄技術も飛躍的に進歩した。特にベッセマー砲の導入により鋼の生産コストは 80% 削減され、1870年から1900年の30年間で米国の鋼材生産量は12倍に跳ね上がり、世界最大の鉄鋼大国へと変貌した。しかし、この驚異的な成長の代償は誰が払ったのか。1890年には国富の 50% 以上が上位 1% の富裕層に集中し、労働者の平均賃金は1日 1.5 ドル以下という絶望的な水準だった。カーネギーは1900年時点で年収5000万ドル、現在価値で約15億ドルという巨額を得ていたが、彼の財産の源であるピッツバーグのホームステッド製鉄所では、1トンの鋼を生産するたびに1人の労働者が命を落とす、とさえ言われるほど過酷な労働環境が日常化していた。カーネギーの出自は、まさにこの時代の米国そのものを象徴している。1835年、スコットランド、ダンファームリンで手織り職人の息子として生まれ、1848年に一家で米国に移住した。移民初期は極貧で、12歳で綿工場の糸巻き工に就き、やがてペンシルベニア鉄道の電信技師となった。この経験が彼に、効率性への執着と労働者に対する無理解を植え付け、現場の実態よりも数字とシステムの最適化に目を向けさせた。ビジネス哲学の根底にはハーバート、スペンサーの社会進化論があった。弱肉強食、適者生存という自然選択の理論を人間社会に適用し、弱者は淘汰されるべきであり、それが進歩なのだ、と正当化したカーネギーは、慈善活動さえも、科学的な富の分配、と位置づけ、労働者の団結は、社会主義的な妄想、だと切り捨てた。この思想は後の、富の福音、へとつながる。カーネギーの鉄鋼帝国が他と一線を画したのは、ビジネスモデルにあった。単に製鉄所を多数保有しただけでなく、垂直統合、VERTICAL、インテグレーション、という戦略で、鉱山から輸送、製造、販売までを自社で支配した。1865年にミシガン湖畔のアルバート・ハンコック鉱山を取得し、年間30万トンの鉄鉱石を自社調達できるようにした。1885年には、ルーシーロを稼働させ、鉱石とコークスだけでベッセマー鋼を生産する閉鎖型体制を完成させ、1トンあたりの鉱石調達コストを30ドルから22ドルへと 27% 削減した。輸送面でも徹底的な合理化を進め、1875年にピッツバーグと鉱山を直結する専用鉄道、カーネギー、パイプラインを敷設し、輸送コストを 30% 削減。1889年にはピッツバーグ、レイク、エリー鉄道の優先通行権を獲得し、東海岸までの輸送時間を2日短縮した。ベッセマー砲の採用で製造コストは 25% 削減され、1882年に設立されたカーネギー、スチール社は12の製鉄所、5つの鉱山、2つの鉄道を統合し、1トンあたりの総製造コストを83ドルから 58.5 ドルへと 30% 引き下げた。流通でも同様の統制が行われ、
1889年に鉄道貨物部門とピッツバーグ港倉庫を統合してリードタイムを15日から7日に半減。1890年には主要顧客と長期固定価格契約を結び、安定したキャッシュフローを確保した。結果としてカーネギー・スチールは米国鋼材市場の約 50% を掌握し、同品質の鋼材を競合より7ドル安く提供できる競争優位を築いた。供給の安定性、炭素含有量を 0.02% 以内に統一した品質管理、固定比率を 15% から 9% へと低減させた規模の経済が強みだった。しかし、この効率と利益追求の裏には労働者の犠牲と市場独占という重い代償が伴い、矛盾はやがて1892年のホームステッドストライキで爆発した。ハーバート・スペンサーの社会進化論は、当時の資本家にとって心の拠り所であり、強い者だけが生き残るという思想は富と権力の集中を正当化する理論装置となった。カーネギーは1870年代にニューヨークでスペンサーの講演を聞き、以降、富は才能と努力の結果であり、神が選んだ少数の有能者に与えられるものと信じるようになった。1889年にアトランティック・マンスリーに寄稿したエッセイで、社会は自然の法則に従い、富は少数の有能者に集中すべきだと明言し、同年、ノース・アメリカン・レビューに連載された富の福音で、富は個人の功績の証であると同時に、信託的な義務だと説いた。つまり、富は保持する権利だけでなく、社会のために使う責任があるという主張だ。遺産税や自己課税を推奨し、貧困層の最低限の生活は守られるべきだと述べつつ、慈善は施しではなく、公共の利益への投資である、と断言した。この理念は実際の行動へと移された。1889年から1919年にかけて2509館もの公共図書館を世界中に建設し、1902年にはカーネギー・インスティチュートを設立して教育と科学の振興に尽力した。1911年には全財産の 90% 以上を慈善事業に回すと宣言し、1919年に死去した時点で約5000万ドルをカーネギー財団に遺贈、教育、科学、国際平和に資金を注いだ。この富の福音は自由放任主義と社会ダーウィニズムが支配する産業時代に資本主義の倫理的補強装置として機能した。1890年に成立したシャーマン・ハントラスト法直後に発表された本書は、独占は悪ではない、適切な慈善で社会に還元できれば正当化されるという新たな論理を提示した。しかし批判は少なくなかった。社会主義者や労働運動家は、資本主義の矛盾を隠す方便に過ぎないと非難し、特に1892年のホームステッドストライキがその矛盾を露骨に暴いた。約3800人の労働者が工場を占拠し、カーネギーは現場の運営をヘンリー・クレイ・フリックに一任した。フリックは冷徹な経営者として知られ、組合との交渉を拒否し、賃金引き下げに応じない者は解雇、新たに非組合員を雇うと宣言した。7月6日、全面ストライキが勃発した。フリックは工場周辺に高いフェンスと監視塔を設置し、外部からの侵入防止のためピンカートン探偵団を約300人雇った。ピンカートンは当時、民間軍事組織のような存在で、企業資産保護や労働争議鎮圧に頻繁に使われていた。彼らは夜間にペンシルベニア川を遡り工場内への奇襲を試みたが、労働者は川岸に集結し動きを見逃さなかった。すぐに銃撃戦が勃発し、ホームステッドの戦いと呼ばれる流血の惨事が起き、ピンカートン側で7名、労働者側で9名が死亡、数十人が負傷した。このニュースは瞬く間に全国に広がり、世論は資本家の暴力に対し怒りを爆発させた。7月10日、ピンカートン探偵団は降伏し、労働者は一時的に勝利したように見えたが、錯覚に過ぎなかった。7月12日、ペンシルベニア州知事は州兵を派遣し、
国家権力の介入で工場は奪還され、ストライキは事実上鎮圧された。同年11月、長期化したストライキは完全に終結し、労働組合は壊滅的な打撃を受けた。特にアメリカ鉄鋼労働組合は力を失い、以後数十年にわたり鉄鋼業界の労働運動は停滞した。カーネギー、スチールは非組合化を達成し、賃金の引き下げと引き下げられ、労働条件はさらに悪化しました。この勝利によりカーネギー、スチールは以降、組合介入を許さない姿勢を維持し、業界全体にも非組合化の波が広がりました。シャーマン・ハントラスト法1890年は当初、大企業の独占を規制する目的として制定されましたが、実際にはカーネギーのような巨大資本にとっては、合法的独占の枠組みを提供する結果となりました。法的にはトラストとして統合されますが、実質的には垂直統合による市場支配は継続され、鋼材市場におけるカーネギー、スチールの優位性は揺るぎないものとなったのです。カーネギーの生涯はアメリカンドリームの典型であり、同時に産業資本主義の矛盾を凝縮してもいました。富の福音を唱え、公共図書館や教育機関に巨額の寄付を行いながら、その富を生み出す過程で労働者を酷使し、組合活動を暴力的に弾圧した事実は生涯を通じてつきまとう影でした。彼は、私は富を社会に返す人間でありたい、と語りしましたが、ホームステッドの事件は、その理想と現実の乖離を象徴的に示しています。1901年、カーネギーは US、スチールに株式を売却し、4億8000万ドルという当時としては天文数字的な金額を獲得しました。しかし、その莫大な富の多くは、労働者の犠牲と市場の独占の上に成り立っていたことを忘れることはできません。1919年に死去したカーネギーは、死して富を残すは最大の屍と書き残しましたが、この言葉には彼の人生における輝かしさと影の両方が投影されていると言えるでしょう。このように、アメリカのゴールディン・エイジは技術革新と経済成長、そして富の集中と労働者の苦悩が共存した時代でした。カーネギーの物語は、その時代を象徴する一枚の鏡であり、現代においても資本と労働、富と倫理、そして個人の成功と社会的責任について考えさせられる続けています。ゲト労働時間の延長という当初の目的をすべて実現した。この事件は、アメリカの労働運動史上、最も悲劇的で流血を伴った労使対立として記録されている。カーネギーと同時代の巨大資本家たち、ロックフェラーやグールド、J. グールドは、ロバー、バロン、強盗男爵と呼ばれた。これは決して褒め言葉ではなく、市場の独占、価格操作、労働者の搾取を通じて富を蓄積したことを非難する言葉だった。19世紀末のアメリカでは、工業化の波とともに貧富の差が急激に広がり、一般市民はこれらの富豪たちの富を社会の弱者の犠牲の上に成り立っていると感じていた。その怒りが反独占運動を生み、1890年のシャーマン・ハントラスト法の成立につながった。一方で、カーネギーの垂直統合モデルは、効率と生産性の飛躍的向上をもたらし、安価で高品質な鋼材を大量供給することで、アメリカのインフラ整備、鉄道、橋、都市建築を加速させた。カーネギー、スチールは世界最大級の鉄鋼メーカーとなり、アメリカの工業基盤を支える柱となった。彼の経営手法は、近代企業管理の教科書ともなった。しかし、ホームステッド、ストライキでのピンカートン探偵団の動員は、資本家の暴力の象徴として世論を震撼させた。カーネギー自身は当時ヨーロッパに滞在していたが、事件後もフリックのやり方を全面支持。その姿勢が彼に対する批判をさらに深めた。やがて、こうした巨大企業への規制の圧力が高まり、カーネギーの企業は JP モルガンに買収され、ユナイテッド・ステーツ、スチール、アメリカ鋼鉄会社として再編されることになる。反独占政策の流れの中で、
彼の帝国は新たな形へと移行したのである。一方で、カーネギーの富の福音は、現代に通じる慈善資本主義の原型となった。彼は生涯で約3億5,000万ドルを慈善に投じ、図書館、教育機関、平和財団などを次々と設立した。これらは単なる施しではなく、自助努力を促す仕組みだった。例えば、図書館の建設費用は彼が負担するが、運営費は地元自治体が負担するという条件付き寄付。これは支援を受ける側にも責任を持たせるという彼の信念の表れだった。カーネギー技術研究所現カーネギーメロン大学は、労働者階級の子弟が技術者として上昇できる道を開くために設立された。また、1910年にはカーネギー国際平和財団を創設し、戦争の防止に尽力。第一次世界大戦後の国際連盟にも影響を与えた。しかし、ここにも矛盾は存在した。彼の鉄鋼事業は軍需産業とも深く結びついていたし、ホームステッドでの武力弾圧は、平和主義者を自称する彼の立場と大きく矛盾していた。批判者たちは、これは過去の罪への贖罪に過ぎない、と指摘した。また、彼の慈善は、構造的な不平等の是正ではなく、個人が努力して這い上がるチャンスを与えることに重点を置いていた。つまり、制度そのものを変えようとはせず、現状を維持しながら不満を和らげる安全弁として機能していたという見方もある。彼の寄付は、労働条件の改善にはほとんど使われず、代わりに自己啓発の場を提供することで、労働者たちに、お前が不幸なのは努力が足りないからだ、というメッセージを送っていたのかもしれない。1901年、カーネギーは自分の鉄鋼帝国を JP モルガンに売却し、実業界から引退した。手元には当時としては破格の約4億8,000万ドルが残ったが、彼はそのほとんどを慈善に回すと決めた。これは、富の福音の最終的な実践だった。彼は、生前に富を社会に還元することが道徳的義務である、と説いたが、一方で、どうやって富を得たかについてはほとんど語らなかった。労働者の抑圧、ストライキの弾圧、市場の独占、これらの過程については、彼の慈善活動が一種の洗浄作用のように機能したのではないか。彼の生涯は、近代資本主義の光と影を凝縮したようなものだった。経済的成功の象徴でありながら、同時に搾取の象徴でもあり、慈善の先駆者でありながら、支配の継続者でもあった。そして今日、彼の遺産は依然として議論の敵だ。肯定派は、彼は私的富を公共の福祉に転用した先駆者だ、と称賛する。図書館や大学を通じて、何百万人もの人々に学ぶ機会を与えた。国際平和への取り組みは、後の国際機関のモデルとなった。一方で、批判派は、彼の富は労働者の血でできており、その後の慈善はその罪を隠すための手段に過ぎない、と見る。彼の寄付は条件付きであり、受益者に対して影響力を行使し続けた。これは、実業家としての支配を、慈善家としての支配に置き換えたに過ぎないというのだ。現代のビル、ゲイツやウォーレン、バフェット、マーク、ザッカーバーグたちも、カーネギーの富の福音の精神を引き継いでいる。ゲイツ財団はマラリア撲滅に20億ドルを投じ、死亡者数を 45% 削減。バフェットは財産の 99% を寄付すると宣言し、ギビング、プレッジ運動を牽引。ザッカーバーグの CZI は、ベンチャーキャピタル的手法で社会的インパクトを追求する。しかし、ここにも透明性や成果検証の問題が浮上している。カーネギーが直営で図書館を管理したのに対し、現代の慈善は間接的で、影響の測定が難しい。また、GAFA と呼ばれるテック企業たちは、カーネギー時代の鉄鋼独占と同じように、データとプラットフォームの支配を問題視されている。Google は EU から2兆7,000億円の罰金を課され、
アマゾンでは倉庫労働者が AI 監視下での過酷な労働を訴え、組合結成運動が起きている。1892年のホームステッドと2020年代のシリコンバレー。時代は変わっても、権力と労働の構造的対立は変わらない。カーネギーの生涯は、出生地スコットランドの産業背景と、移住先アメリカの資本主義的肥沃土が交差した奇跡のような物語でもある。しかし、近年の研究は、彼が白人移民としての特権を享受していたこと、アフリカ系やアジア系労働者には同じ機会が与えられていなかったこと、環境汚染を放置したまま事前を言っていたことなどを指摘し、英雄史観を超えた多角的な再評価を求めている。彼の垂直統合はアップルのハードウェア、ソフトウェア統合に、彼の事前は現代のフィランソロピカル、キャピタリズムに、彼の労働問題はテック労組の運動に、彼の独占は GAFA への規制へと、そのまま現代に投影されている。結局、私たちがカーネギーから学ぶべきことは、成功とは何か、富とは誰のものか、権力はどう使われるべきか、という、今もなお答えのない問いそのものなのかもしれない。しかし、カーネギーの成功は、彼一人の努力だけでは説明できない。19世紀後半のアメリカには、鉄鋼産業が爆発的に成長するための時代の風が吹いていた。南北戦争1861、1865後の再建期には、インフラ整備への需要が急増した。鉄道網の拡張、都市の高層建築化、橋梁や船舶の近代化、すべてに大量の鋼材が必要だった。この需要の波に乗って、カーネギー、スチールは生産能力を飛躍的に拡大していく。特に画期的だったのが、ベッセマー転炉成功法の導入だ。この技術により、従来の数日かかっていた鋼の精錬がわずかに10分で可能になり、コストは劇的に下がった。カーネギーはこの技術にいち早く投資し、ピッツバーグ近郊に巨大な製鉄所、ホムステッド製鉄所を建設。ここが彼の帝国の心臓部となった。しかし、技術革新だけが成功の要因ではなかった。カーネギーが真に恐れるべき手腕を見せたのは、垂直統合、VERTICAL、インテグレーションという経営戦略の徹底的な実践にあった。これは、原材料の調達から製造、輸送、販売まで、すべての段階を自社で掌握する手法だ。カーネギーはまず、鉄鉱石や石炭を採掘する鉱山を買い取り、次にそれらを運ぶために専用の鉄道車両と古城貨物船、グレートレイクス航路を保有。さらに、製鉄所での加工、完成品の配送まで一貫して自社管理下に置いた。このシステムにより、彼は市場価格の変動に左右されず、競争相手よりも常に低コストで生産できるようになった。例えば、外部から原料を買う必要がないため、供給不安にも強い。また、中間業者を通さないことでマージンを削減し、利益率を最大化できた。このような垂直統合の背後には、カーネギーの冷徹な合理主義があった。彼は、効率こそ正義と考え、無駄な支出や感情的な判断を一切排除した。工場の機械が老朽化すれば即座に更新し、作業工程を科学的に分析して生産性を向上させる。彼は、時計のように正確な企業体を作り上げようとした。この姿勢は後にフレデリック・テイラーの科学的管理法、KAYLORISM に通じるものがあり、現代のオペレーションズ、リサーチやサプライチェーン、マネジメントの先駆けとも言える。ただし、その代償は労働者の生活だった。効率追求の名の下に、労働時間は長くなり、休憩は最小限に抑えられ、事故のリスクも高まった。こうした経営方針に対する労働者の不満は、1892年のホームステッド・ストライキで一気に噴出する。背景には、賃金引き下げ要求があった。カーネギーは当時すでに英国に滞在しており、現場の指揮は副社長のヘンリー・クラーフリックに一任していた。
フリックは労働組合に対して強硬な攻撃的な姿勢で臨み、ストライキを武力で鎮圧するために民間の武装傭兵団、平勝ントン警備隊を雇い入れた。7月6日、プラントへの侵入を試みた傭兵と労働者の間で激しい銃撃戦が発生し、双方に多数の死傷者を出した。この流血の衝突は、最終的に州兵の投入により労働組合が壊滅する形で終結したが、カーネギーは強盗男爵、ロバー・バロンとしての非常なイメージを世界に刻みつけた。この事件は単なる労働争議を超え、アメリカ資本主義の深層にある構造的不平等を露呈する出来事となった。一方、政府もこの巨大な経済権力の台頭を警戒し始めていた。1890年に可決されたシャーマン・反トラスト法は、独占や市場操作を禁じる初めての連邦法であり、反独占運動の象徴となった。しかし、当初の思考は緩やかで、カーネギー、スチールのような巨大企業は容易に生き残りを図った。彼らは市場支配力を維持しつつ、富の蓄積を正当化するイデオロギーとして、富の福音、GOSPEL、of WEALTH を提唱した。カーネギーは、富裕層は富の管理者に過ぎず、その富は社会のために使われるべきだ、と説き、事前資本主義の道徳的基盤を築いた。しかし、この事前の根底には、安全便利論とも呼ばれる機能的な側面が存在した。過剰な富の再分配や慈善活動は、労働者階級の革命的な衝動を和らげ、社会体制そのものを守るための緩衝材として機能したのである。つまり、彼の寄付は単なる道徳的行為ではなく、資本主義システムを維持するための高度な政治的戦略でもあった。こうして、技術革新、垂直統合、労働弾圧、そして慈善という矛盾した要素が融合し、アメリカの産業化時代を象徴する強盗男爵の神話が完成していった。を雇って生産を続行しようとした。だが、地元の労働者たちが団結して工場周辺を包囲。そこでフリックが起用するのが、民間警備会社ピンカー・アトン探偵事務所出身の武装警備員たちだった。彼らは夜間、船でモングーウェル川を遡上し、工場敷地内に侵入しようとした。しかし、労働者側もこれを察知しており、激しい銃撃戦に発展。この衝突で少なくとも12人が死亡、数十人が負傷する惨事となった。報道写真には、血まみれの労働者が川岸に倒れている様子が克明に記録されており、全米に衝撃を与えた。事件は州兵の派遣によって鎮圧されたが、勝利したのは資本側だった。ストライキは完全に破綻し、組合は解体。その後、ホームステッド工場では非組合体制が長期にわたって維持されることになる。この出来事は、アメリカ労働運動史上の転換点であり、ロバー・バロンと呼ばれる巨大資本家たちの権力の横暴さを象徴するものとなった。当時の新聞は、カーネギーとフリックは民主主義を銃で葬った、と痛烈に批判した。しかし、カーネギー自身はこの事件について公には沈黙を守り続けた。彼はかねてから、平和の提唱者としての立場を崩さず、自伝においてもこの件をほとんど触れようとしなかった。一方で、フリックは、秩序回復のための必要な措置、と主張し、資本家の支持を確固たるものにした。実際、多くの実業家たちは労働組合の膨張が企業の自由を脅かすと危機感を抱いており、ホームステッド事件は一種の警告として機能した。として、1890年代のアメリカでは、労働組合の組織率は一時的に低下。代わりに、より穏健な職能別組合や政治活動を重視する労働党への関心が徐々に高まっていった。このように、カーネギーの帝国は、技術と経営の革新だけでなく、労働者の抑圧という影の側面なしには成り立たなかった。彼が掲げた富の福音は、まさにこの血と煙の上に築かれた構造の延長線上にある。
慈善活動は社会的緊張を緩和するための戦略的投資ともみなせる。彼にとって良い資本家とは単に儲けるだけでなく、社会の安定を維持できるものだった。そのためには労働者の不満を教育や文化によって消化させる必要がある。それが図書館や音楽ホールの設立につながった。さらに注目すべきは、カーネギーが同時代の思想潮流である社会進化論を意識的に利用していたことだ。これは自然界における生存競争、弱肉強食の理論を人間社会に適用したものであり、成功した者は優れた適応能力を持っていたからであり、貧困は個人の努力不足の証拠という考え方が広く流布した。カーネギーはこの理論を部分的に受け入れつつ、独自の解釈を加えた。彼は、富を持つ者は自然の選択によって選ばれた存在であり、その富を賢く分配する責任があると述べ、つまり成功は運や暴力ではなく能力と道徳によるものとして自分自身の地位を正当化したのである。この思想的基盤があったからこそ、富の福音は単なる自己弁護を超え、一種の道徳的義務論として語られた。1889年に彼は北アメリカレビューに寄稿した有名なエッセイ「富の福音」の中で、巨額の財産を残すことは不道徳であると断言。そして最も望ましいのは、富豪が生前に自らの富を社会の長期的利益のために分配することだと主張した。この主張は後に死ぬことは恥ずべきことという短い言葉に凝縮される。しかしこの美しい理念の裏側で、カーネギー・スチールは着々と市場支配を固めていった。1901年 JP モルガンが主導して設立したアメリカ工業は、カーネギー・スチールを買収し、世界初の10億ドル企業となった。これは鉄鋼産業の完全な独占を意味した。U.S. スチールは最終的に全米の粗鋼生産の 60% 以上を握るまでになり、政府による独占禁止法の適用が検討されるほどだった。しかし第一次世界大戦中の国防上の重要性を理由に訴追は見送られた。このようにカーネギーの引退と慈善活動の開始は、同時に彼の企業が国家レベルのインフラとして位置づけられる契機でもあった。彼の個人的行動はもはや単なる慈善ではなく、国家戦略の一環として機能していた。現代のテック企業がインフラ企業として扱われるのと同じ構図だ。アマゾンやグーグルも当初は民間企業だったが、現在では通信、流通、情報の基盤として社会に不可欠な存在になっている。だからこそ、これらへの規制の声も強まる。カーネギー時代と驚くほど同じダイナミクスが繰り返されている。また、カーネギーの慈善モデルは、20世紀以降のファウンデーション、キャピタリズムの原型となった。彼が設立した財団は、単に金を出すだけでなく、資金の使い道を厳密にコントロールした。例えば、カーネギー図書館を建設する際には、地元が土地を提供し、税金で運営費を負担するという条件を課した。これは、受益者が自ら責任を持つという彼の信念の表れだが、同時に中央からの影響力行使とも読める。財団は知識、文化の生産装置となり、社会の価値観に静かに介入していった。この点で、現代のビル・メリンダ・ゲイツ財団も同様の構造を持っている。ワクチン開発や教育改革に巨額を投じる一方で、その助成金を受け取る国や機関は、財団のガイドラインに従わざるを得ない。これは、善意による支配とも表現でき、民主的プロセスを迂回するリスクをはらんでいる。カーネギーが100年以上前に始めたこのモデルは、グローバル化とデジタル化によって、今や世界規模の政策決定に影響を与える力を持っている。さらに、カーネギーの生涯には、移民としてのアイデンティティも深く関わっている。彼は13歳でスコットランドからアメリカに移住し、電信技師、鉄道会社の事務員などを経て、資本主義の最前線に這い上がってきた。彼自身が
自己啓発の成功例であり、だからこそ誰にでもチャンスはあると信じていた。しかしこの物語は白人男性、しかも英語圏出身者にしか通用しない特権的なナラティブでもあった。当時中国系移民はハイハナ法によりアメリカへの入国が制限され、アフリカ系アメリカ人は南部で人種隔離法に苦しんでいた。カーネギーの自助努力神話はこうした構造的差別の存在を無視するものだった。近年の歴史研究ではギルドエイジとは金ピカの表面の下に腐敗と格差が潜む時代として再定義されている。マルクス・トウェインが命名したこの時代は表面的には繁栄が謳歌されていたが、実際には政治と資本が癒着し、労働者は搾取され、環境は破壊されていた。カーネギーの工場群が集中するピッツバーグは梅煙と硫黄ガスで空が暗く、川は鉄かすで汚染されていた。鋼の町と呼ばれたその町の景観は産業文明の聡明性を如実に示している。結局カーネギーとは資本主義が生み出した最も完成された矛盾の化身だった。彼は慈善によって何百万もの人々を救いながら同時に何千もの労働者を搾取した。彼は平和を願いながら武力を用いて労働者を弾圧した。彼は誰にでもチャンスがあると謳えながら、そのシステム自体が一部の人々を排除する構造を持っていた。彼の生涯は私たちに問いかけ続ける。成功とは誰のための成功か、富とはどのように生まれどのように使われるべきか、進歩とは誰の犠牲の上に成り立っているのか。今日私たちは再び新ギルドエイジを迎えているのかもしれない。GAFA と呼ばれるテック巨人が経済を支配し、億万長者たちが宇宙旅行に乗り出し、一方で都市の路上にはホームレスがあふれている。ザッカーバーグやベゾスもカーネギーのように巨額の慈善活動を言っているが、その資金源が労働者の過酷な勤務環境やデータ搾取、租税回避に基づいているとすれば、私たちは過去の教訓をどこまで学べているだろうか。カーネギーの遺産は決して過去の話ではない。それは私たち一人一人が直面する現代の問題、公正、責任、権力、記憶の鏡として今もなお光を放ち続けている。カーネギーが福音的富の教説を発表した1889年、その文章はアメリカの上流階級に衝撃を与えた。彼は富の集中は自然な法則であり、それを否定するのは愚かであると断じながらも、その富は社会の進歩のために知性ある者によって賢く分配されるべきだと主張した。この二重性が彼の思想の核心だった。彼は富を持つ者は神から託された管理人であると言い、自らの役割を富の保管者ではなく富の分配者と位置づけた。しかしこの分配はカーネギー自身が定めた基準によってのみ行われた。例えば図書館の設立には地元自治体が運営費を負担することが絶対条件だった。これは貧困層への援助ではなく自己責任を促す仕組みだった。彼は労働者が自ら学び自ら向上することを願ったが、その学びの機会は彼が選んだ場所と形にのみ与えられた。カーネギー図書館は確かに1600以上も建設されたが、その多くは労働者階級が住む工業都市の中心部ではなく、中産階級が集まる郊外や政治的影響力を持つ地域に集中した。カーネギーの鋼鉄帝国の基盤には労働者への暴力的抑圧が横たわっていた。1892年のホームステッド労働争議はその象徴的事件だ。カーネギーの工場でストライキを起こした労働者たちに対し、経営陣は民間の武装警備員を投入。銃撃戦によって多数の死傷者が出ると、州知事は州兵を派遣し、ストライキは鎮圧された。この敗北を境に、同工場は引組合化が進み、アメリカ労働市場の転換点となった。
カーネギー自身はこの事件の間、スコットランドの別荘に滞在し、公の場での発言を控えた。一方で、彼は富の集中を自然淘汰の結果と正当化し、社会進化論、社会ダーウィニズムを借りて適者生存を語った。自らの富は神に与えられた使命であり、慈善活動はその道徳的義務であると説いたが、その裏で労働者の権利は徹底的に抑圧されていた。鋼鉄産業の独占を進める中で、カーネギーは JP モルガンと協業し、1901年に米国最大の鋼鉄会社 U.S. スチールを設立。これは事実上の独占状態を生み出し、シャーマン法、独占禁止法の適用を危惧させるほどの市場支配力を持った。カーネギーはこの過程で自社の工場を売却し、莫大な富を得たが、その資金の多くは後に彼の慈善事業の原資となった。こうした19世紀の構造は現代のテック化と GAFA と重なる。彼らは労働者のデータを搾取し、低賃金や過酷な労働条件を強いる一方で、巨額の慈善活動を行う。ゲイツやザッカーバーグ、ベゾスもカーネギーと同様に富の再分配を語りながら、その富の源泉には不公正なシステムが横たわっている。慈善が社会の安定を図る戦略的手段として機能する点でも、カーネギーのモデルが継承されているのだ。ピッツバーグの労働者街に図書館が建設されたのは、ホームステッドの惨劇から10年以上も後のことだった。その遅れは、単なる行政の怠慢ではなく、カーネギーの慈善が秩序の維持を目的としていたことを示している。彼は、教育を通じて労働者を従順な市民に変えることを意図していたのかもしれない。この思想は、当時の社会進化論と深く結びついていた。チャールズ・ダーウィンの自然選択理論は、経済界で適者生存の根拠として乱用されていた。カーネギーは、ダーウィンを直接引用したことは少ないが、彼の著作は、社会進化論者であるヘンリー・サムナー・メインや、エドワード・ラッセル・エリオットの思想と重なる部分が多かった。彼は、貧困は不適応者の運命であり、援助は劣化した遺伝子の増殖を助長すると考えていた。この考えは当時の科学的優生学 EUGENICS 運動と密接にリンクしていた。1890年代、アメリカでは劣等人種の不妊手術が州法で認められ、移民制限法が次々と制定された。カーネギーはこうした政策に直接関与したわけではないが、彼の自助神話は、これらの差別的政策を正当化する思想的土台となった。彼が、富は努力の報いだ、と唱えるたびに、黒人労働者の賃金が白人労働者の半分以下だった事実が、自然な適応の結果として受け入れられてしまった。カーネギーの慈善活動は、単なる金銭的支援ではなく、文化の支配でもあった。彼は図書館に、読書の規範を設け、宗教的、道徳的な書籍を優先的に購入した。聖書、アリストテレス、ミルトン、コネチカットの牧師たちの講演集は常設され、一方で、労働運動の書籍、社会主義者の著作、労働組合の機関誌は、ほとんど収蔵されなかった。ある図書館の記録には、1895年、労働者組合の機関紙、ピッツバーグ・ワーカーズ・ガゼットの寄贈を拒否したとある。これは、カーネギーの知識の自由が、あくまで彼の価値観に従った選択的自由だったことを示している。彼は、労働者が自己啓発するのを奨励したが、その啓発の内容は資本主義体制を肯定するものに限定されていた。カーネギーの影響は単にアメリカ国内にとどまらなかった。彼は1890年代にヨーロッパを訪問し、イギリスの図書館建設に資金を提供した。ロンドンのカーネギー・
ライブラリーは、労働者階級の指定が、英語の文学に触れ、帝国の価値観を内面化する場となった。このモデルは、日本にも伝わった。明治時代の日本では、カーネギーの富の福音が、財閥や官僚によって国民の道徳教育の根拠として採用された。三菱、三井の財閥は自社の従業員に勤勉、節約、自己責任を教えるため、カーネギーの著作を翻訳し、工場内に図書館を設置した。日本の産業化はカーネギーの思想なしには成り立たなかったとも言える。しかし、カーネギーの慈善は常に批判にさらされていた。1892年のホームステッド騒動の直後、ニューヨークの新聞、ハーレム・レコードはこう書いた。カーネギーは自らの図書館の本を読みながら労働者の血を洗っている。彼の慈善活動は暴力の後悔を覆い隠す道徳的戦場 MORAL LAUNDERING と揶揄された。カーネギー自身はホームステッド事件の責任をヘンリー・クレイ・フリックに転嫁し、自らは平和的交渉を希望していたと公言したが、実際には彼がフリックに労働者を破壊する手段を取る要暗黙の許可を与えていた。1892年7月、カーネギーはスコットランドの別荘で休暇を楽しんでいた。その間、フリックはピンカートン探偵団を送り込み、10人の労働者が死亡した。カーネギーはその後、事件の責任を一切負わず、代わりに労働者の暴力が先立ったと繰り返した。彼の手紙には、私は労働者の権利を支持するが、暴力は許さないと書かれていた。しかし、彼が支持したのは、労働者の権利ではなく、彼の定義する秩序だった。カーネギーの慈善は、労働者の権利を奪ったのと同じように、歴史の記憶をも操作した。彼は自伝1920で、ホームステッド事件をわずか1ページで処理し、ピンカートンの襲撃については、不運な誤解と記した。彼の死後、カーネギー財団は、彼の名誉を守るために、批判的な歴史資料の収集を妨げた。1930年代、ペンシルベニア大学の研究者がホームステッドの労働者証言を収集しようとした際、財団は不適切な資料として資料の提供を拒否した。このように、カーネギーの慈善は、記憶の支配と表裏一体だった。今日、カーネギーの名前は、図書館や大学の建物に刻まれているが、その陰には、血で染まった労働者の記憶がうずもれている。彼の生涯は、資本主義の善と悪を単純に分けることの不可能さを私たちに突きつける。彼は世界で最も偉大な慈善家であり、同時に最も冷酷な経営者だった。彼の遺産は金銭的価値ではなく、思想的矛盾の深さにこそある。現代のテック資本家が社会を変えると語るとき、彼らはカーネギーの鏡を見ているのかもしれない。善意の支配の下で、誰が進歩を定義し、誰が排除されるのか、その問いに、私たちはもう一度、労働者たちの叫びを耳を澄まして答えるべきではないだろうか。カーネギーの思想と行動は、同時代のアメリカ社会に深い影を落としたが、その影響は経済学の分野でも顕著だった。例えば、経済学者ジョン・ベイツ・クラークは1899年に発表した「The Distribution of Wealth」において、カーネギーの富の福音を理論的基盤として採用した。クラークは、富の蓄積が社会進化の必然的結果であり、貧困は個人の能力不足に起因すると主張し、労働者の貧困を自然法則で説明しようとした。彼の理論は、後に新古典派経済学の一派として発展し、
1970年代のレーガノミクスやサッチャリズムの経済政策に影響を与えたカーネギーとクラークの思想は、資本主義の功績主義を正当化する装置として機能し、今日まで続く格差社会の思想的支柱となったのである。また、カーネギーの鉄鋼独占は軍事産業との結びつきを強め、アメリカの帝国主義的膨張を支えた1898年の米日戦争では、アメリカ海軍の戦艦がカーネギー、スチール社の鉄鋼を使用して建造され、戦争遂行に貢献した。カーネギーは戦争を文明の進歩の一環と捉え、1912年に発表した The EMPIRE of Business において、資本主義と帝国主義の一体化を提唱した。彼はアメリカが世界のリーダーとなるためには、経済力と軍事力の双方が必要であり、鉄鋼産業の独占がその基盤となるべきだと主張した。この思想はアメリカの経済的軍事的覇権主義の源流の一つとなった。さらにカーネギーの富の福音は現代のテック資本家たちに受け継がれている。例えばマーク・ザッカーバーグは2015年にチャレンジ for the Future というプロジェクトを発表し、未来のテクノロジー開発のために10億ドルを寄付すると宣言した。これはカーネギーが図書館建設に資金を提供したのと同様の事前の形態だが、ザッカーバーグの場合は AI や VR といった未来技術の発展が彼の社会貢献として位置づけられている。しかしザッカーバーグの企業である META、旧 Facebook は労働者の搾取やプライバシーの侵害で批判されてきた。カーネギーと同様に現代のテック資本家も善意の支配を掲げながら、その一方で労働者や社会に与える負けの影響を軽視しているのである。その一方でカーネギーの反独占への転換は彼の思想的矛盾を象徴している。1901年、カーネギーは自らの鉄鋼王国を U.S. スチール社に売却し、当時の歴史的な巨額取引となった。この売却は彼が富の福音を実践するための最後の行為と位置づけられたが、実際には反トラスト法の圧力を回避するための戦略的判断だった。U.S. スチール社の設立は鉄鋼業界の独占を強化する一方で、カーネギー個人の財産を社会化するという名目の下で行われた。彼は売却後も世界一の富豪であり続けたが、その一方で鉄鋼業界の独占に対する批判をかわすことができた。この転換は彼の慈善が常に自己保存と表裏一体だったことを示している。カーネギーの死後、彼の遺産は単なる金銭的遺産ではなく思想的遺産となった。彼の富の福音は現代のサステナビリティや ESG 投資の思想にも影響を与えている。例えばブラックロックの CEO であるラリー・フィンクは2020年に気候変動への取り組みを企業の義務として提言したが、これはカーネギーの富の使命を現代的にアレンジしたものと言える。しかしフィンクの提言も資本主義の枠組みを超えるものではなく、むしろ資本主義の持続可能性を強化するための戦略に過ぎない。カーネギーの思想は常に資本主義の改良という枠内で展開され、その枠を超えることはなかったのである。最後にカーネギーの遺産をめぐる議論は今日も続いている。彼を称賛する者は彼の慈善活動を評価し、彼を偉大な資本家と位置づける。一方で彼を批判する者は
彼の労働者搾取や反労働運動を非難し、彼をローバー・バロンの代表格とみなす。しかし、この二極化した評価は、カーネギーの思想の本質を見逃している。彼は常に矛盾の人だった。彼の慈善は、労働者を抑圧した一方で、知識を与えようとした。彼の富の福音は、貧困を個人の責任とみなす一方で、富は社会に還元すべきと主張した。この思想の根底には、資本主義の報奨仕組みを肯定しつつ、その結果を社会的義務として問い直すという複雑な計算が存在した。彼の生涯は、資本主義の善と悪が決して単純な二項対立では語り尽くせないことを、私たちに容赦なく突きつける。成功と搾取、慈善と自己保存、これらはコインの両面として、彼の人生に共存していた。現代社会において、彼の遺産に向き合うことは、すでに確立された称賛や非難の枠組みに安易に飛びつくことではない。それは彼の思想に宿る矛盾を直視し、その複雑さの奥に隠された知恵を見出す作業である。矛盾を超越するとは、一方を選択した方を否定することではない。むしろ、相反する要素を抱えたままいかに生きるべきか、いかに社会を設計すべきかという問いを、彼の人生から引き出すことこそが、我々に課された知的試練なのである。